2008年、韓国ソウルの法廷で下された判決は、精神疾患による殺人罪だった。2026年4月25日、その日、法廷の扉が静かに開いた。一人の女性が、震える足で歩み出た。18年間、彼女が見ることのできなかった光が、そこにあった。判事の声が響いた。無罪。傍聴席にいた支援者たちが、一斉に息を飲んだ。次の瞬間、おえつが広がった。彼女は両膝をつき、顔を覆った。声も出なかった。ただ、涙だけが流れ続けた。弁護士が駆け寄り、彼女を抱きしめた。肩が何度も震えた。この無罪判決は、偶然ではなかった。法医学 AI による精密解析が、18年間うずもれていた真実を掘り起こしたのだ。事件当日の夫の位置追跡データ、そして、巧妙に改ざんされた精神科の医療記録、すべてが、法廷の場で崩れ落ちた。夫は、義母の死を利用した。妻を精神疾患者に仕立て上げ、証人を買収し、証拠を偽造した。目的は一つ、財産を独り占めにするためだった。その計画は完璧に見えた。18年間、誰も疑わなかった。しかし、真実は消えなかった。彼女が奪われた18年間は、戻らない。だが、彼女の名誉は今日、この法廷で取り戻された。では、この悪夢はどこから始まったのか。事件が起きる前、彼女はどんな日常を生きていたのか。彼女の名前は、キム・ジョンヒ。1975年、韓国のソウル郊外で生まれた。ごく普通の家庭で育った彼女は、幼い頃から読書が好きな、静かで聡明な少女だった。大学では教育学を専攻し、卒業後は地元の小学校で教師として働き始めた。子供たちの笑顔を見るたびに、仕事のやりがいを感じていた。彼女にとって、教壇に立つことは天職だった。職場の同僚からの信頼も厚く、保護者からの評判も良かった。真面目で、誠実で、優しい。誰もがそう言った。夫のパク・ソンジュンと出会ったのは、2000年のことだ。共通の友人を通じて知り合い、2年間の交際を経て結婚した。夫は建設関係の会社を経営しており、経済的にも安定していた。新居を構え、2人の生活は穏やかに始まった。義母とも、当初は良好な関係を築いていた。毎週末には一緒に食事をし、季節の行事には欠かさず顔を出した。嫁として、できることは何でもしようとしていた。結婚して数年が経ち、彼女は教職を続けながら家庭を守った。特別なことは何もない。ありふれた幸福な毎日だった。しかし、その穏やかな日常の裏側で、何かが静かに動き始めていた。2008年の秋、義母が突然、この世を去った。その死が、彼女の人生を根底から覆す悪夢の引き金となる。2008年の秋、韓国の地方都市に暮らす一組の夫婦に、突然の悲劇が訪れた。義母が自宅の浴室で倒れているのを、夫が発見した。救急車が駆けつけた時、すでに息はなかった。死因は、急性心不全。しかし、その診断は長くは続かなかった。数日後、警察に一本の通報が入る。妻が義母に薬を飲ませた。という、匿名の告発だった。捜査はすぐに彼女へと向いた。通報の内容は具体的だった。服用させた薬の種類、投与した時間帯、そして、彼女が過去に精神科を受診していたという記録、証拠は、次々と積み上げられた。精神科の担当医とされる人物が法廷に立ち、彼女は発作的な暴力衝動を持つ危険な患者だった、と証言した。カルテには、攻撃性を示す診断名が並んでいた。しかし、彼女には記憶がなかった。その病院を訪れた記憶が、一度もなかった。私はそんな病気ではない。誰かが書いたものだ。法廷でそう訴えても、誰も耳を貸さなかった。弁護士でさえ、証拠の重さに押し黙った。追い打ちをかけるように、近隣の住民が次々と証言台に立った。彼女が義母に怒鳴っているのを見た。不安定な様子だった。その言葉一つ一つが、彼女の首を絞めていった。真実を叫ぶ声は、嘘で塗り固められた壁の前に、虚しく消えていった。判決の日は、刻一刻と近づいていた。法廷の空気はすでに、
有罪を前提として動いていた。彼女はそれをただ震えながら感じ取っていた。判決が下された瞬間、法廷の時間が止まった。精神疾患に起因する殺人罪、有罪。裁判官の声は静かだった。だがその言葉は彼女の人生を根こそぎ奪い去るには十分すぎるほどだった。傍聴席では夫がうつむいた。泣いているように見えた。だが後になって明らかになることだが、その涙は悲しみではなく安堵だった。彼女は法廷の中央でただ立ち尽くした。声も出なかった。手足の感覚が消えた。なぜという言葉だけが頭の中をぐるぐると回り続けた。捜査の段階から全ては巧妙に組み立てられていた。夫は事前に複数の精神科クリニックに働きかけていた。診察記録には実際には存在しない通院歴が書き加えられていた。暴力的な傾向がある。感情のコントロールが困難。そうした文言がまるで本物の記録のように並んでいた。証人もまた用意されていた。近隣住民の一部は夫から金銭を受け取っていたことが後の再審で明らかになる。彼らの証言は演じられた台本だった。弁護側は証拠の矛盾を訴えた。しかし当時の法廷にはそれを精査する手段が乏しかった。デジタル記録の解析技術も位置情報の照合システムもまだ存在しなかった。夫はその時代の限界を正確に計算していた。鉄格子が閉まる音が廊下に響いた。彼女の18年がそこから始まろうとしていた。鉄格子が閉まった。その音は短くて乾いていた。しかし彼女には永遠のように響いた。週刊初日、彼女は自分の名前を何度も呼んだ。声に出して自分がまだ存在していることを確かめるように。精神疾患を持つ危険な殺人者。それが世界が彼女に貼り付けたラベルだった。刑務所の中でも彼女への扱いは特別だった。精神科への強制通院、向精神薬の投与、抵抗すれば隔離室へ送られた。夫が作り上げた病人という像は塀の内側でも彼女を縛り続けた。最初の3年間、彼女は口をほとんど開かなかった。話すたびに言葉が証拠として使われることを恐れた。笑うことも泣くことも慎重に選んだ。感情を持つことすら危険に思えた。それでも朝は来た。窓の外に小さな光が差し込むたびに彼女は思った。自分は何もしていないと。その事実だけが彼女を生かし続けた。5年目、一人の年配の受刑者が彼女に声をかけた。あなたの目は罪人の目じゃないと。その人は静かに言った。たったその一言が彼女の胸に小さな火を灯した。10年が過ぎた。15年が過ぎた。彼女は体が老いていくのを感じながら、それでも記憶を手放さなかった。あの夜の真実を、夫の顔を、自分が見たものを忘れることは負けることだと思っていた。18年、その長い沈黙の中で彼女は折れなかった。そしてその沈黙をずっと外から見つめ続けた人たちがいた。その沈黙を外から見つめ続けた人たちがいた。娘だった。収監された当時、まだ7歳だった娘は成長するにつれて母親の無実を信じるようになった。面会室のアクリル板越しに見た母の目が罪を犯した人間の目ではないとずっと感じていた。20歳になった娘は独学で法律を学び始めた。図書館に通い判決文を読み込み、事件の記録を一枚一枚紙でめくった。誰も頼んでいなかった。ただ母を取り戻したかった。弁護士も現れた。国選ではなく自ら名乗り出た弁護士だった。彼はこの事件をニュースで知り、判決の不自然さに気づいていた一人だった。証拠の薄さ、精神科記録の書式の乱れ、証人の証言が持つ微妙な矛盾。専門家として見れば見えてくるものがあった。市民団体も動き始めた。冤罪被害者を支援する小さな団体が娘の訴えを受けて調査に加わった。メンバーたちは休日を返上し、事件当時の関係者を一人ずつ訪ね歩いた。彼らは英雄ではなかった。ただの諦めなかった人たちだった。再審請求は3度退けられた。それでも彼らは止まらなかった。証拠が足りないなら集めればいい。証人が口を閉ざすなら
別の角度からせればいい。そして2026年、すべてを変える新たな証拠が、思いもよらない形で浮かび上がった。2026年の春、事件から18年が経とうとしていた。小さな団体のメンバーたちは、疲れ果てながらも調査を続けていた。3度の再審請求が退けられても、彼らの足は止まらなかった。転機は、思いもよらない場所からやってきた元病院職員の一人が、ついに口を開いたのだ。彼女は長年、両親の呵責に苦しんでいたという。証言の内容は衝撃的だった。当時の精神科カルテに、外部から手が加えられた形跡があるというのだ。記録が書き換えられていました。彼女の言葉は短かった。しかしその重みは、18年分の沈黙を打ち破るには十分だった。団体はすぐに動いた。法医学の専門家チームに解析を依頼し、問題のカルテを AI による筆跡鑑定と電子記録の照合にかけた。結果は明白だった。記録の一部は、事件発生後に加筆されていた。そして加筆された日時のデータには、夫の端末から送信された通信記録が紐づいていた。さらに決定的な証拠が浮かび上がった。事件当夜、夫が自宅にいたと証言していた時間帯に、彼の位置情報データは別の場所を示していたのだ。18年間、誰も気づかなかった。いや、気づけなかった。当時はそのような技術が存在しなかったのだから。だが2026年、AI は全てを見ていた。人間が隠した嘘を、データの中から掘り起こした真実の輪郭が、初めてはっきりと姿を現した瞬間だった。最新の扉が、今度こそ開こうとしていた。最新の扉が、ついに開いた。2026年3月、ソウル高等裁判所は、再審開始決定を正式に下した。18年という歳月を経て、初めて法廷が彼女の声に耳を傾けた瞬間だった。法廷の空気は、かつてとは違っていた。AI 法医学解析チームが提出した証拠は、膨大かつ精緻なものだった。事件当夜、夫が自宅にいたと主張していた時間帯、その時間、彼の携帯端末の位置情報データは、義母の自宅から200メートル以内の地点を示していた。誤差の余地はなかった。さらに、精神科の診断記録が問題となった。筆跡鑑定と電子文書のメタデータ解析により、提出された診断書の作成日時が、事件より3週間後に書き換えられていたことが判明した。当時の担当医師はすでに他界していたが、電子記録の改ざん痕跡は、消えることなく残っていた。証人買収の記録も浮かび上がった。夫が事件後に送金した複数の振込履歴が、当時の証言者たちの口座と一致していた。状況は、もはや疑いの余地がなかった。法廷で夫は、最初は否定した。しかし証拠が積み重なるにつれ、その声は小さくなっていった。彼の目的は、最初から一つだった。妻を排除し、共有財産の全てを手中に収めること。義母の死は、そのための道具に過ぎなかった。2026年4月25日、裁判長が判決文を読み上げた。被告人は無罪。確定。18年分の時間が、静かに崩れ落ちた。しかし、無罪判決はゴールではなかった。彼女にとって、本当の戦いはここから始まろうとしていた。2026年4月25日の夜、彼女は18年ぶりに空を見上げた。部屋の外の空は、あの頃と何も変わっていなかった。しかし、彼女自身は変わっていた。釈放の手続きが終わったのは夕方だった。彼女を迎えに来た人間は、誰もいなかった。親族はとうに疎遠になっていた。友人たちは、時間の流れとともに消えていた。無罪判決は、失った18年を取り戻してはくれなかった。国家は保証を提示した。冤罪被害に対する賠償金。しかしその額を聞いたとき、彼女は笑えなかった。18年という時間に、値段などつけられなかったからだ。裁判所でた無党は、詐欺罪と証拠偽造罪で再逮捕された。彼が18年間守り続けた財産は、すべて差し押さえられた。義母の死を利用して積み上げたすべてが、音を立てて崩れ落ちた。しかし、彼女の心の傷は癒えなかった。精神科への強制入院、薬で曇らされた記憶、狂っている、と言われ続けた日々、それらは、判決文1枚で消えるものではなかった。
彼女は今、小さなアパートで一人暮らしをしている。毎朝、窓から外を見る。誰かに監視されていないか確認する癖が、まだ抜けない。外出するたびに、足が震える日もある。それでも、彼女は歩き続けた。変わったこと。彼女には、自由があった。変わらなかったこと。18年という傷は、彼女の中に今も生きていた。無罪は、終わりではなかった。本当の意味での回復は、これからだった。そしてこの物語には、まだ語られていない真実が残っている。無罪が確定した日から3ヶ月が過ぎた。彼女は今も同じ窓の前に立つ。外を見る。誰かに監視されていないか確かめるために、その癖はまだ消えない。18年という歳月は肉体だけでなく魂にも刻まれていた。自由を取り戻しても恐怖の記憶は消えなかった。それが冤罪の本当の残酷さだった。夫は現在、証拠偽造と司法妨害の罪で起訴されている。だが裁判は、まだ終わっていない。買収された証人たちの一部は、今も沈黙を守っている。そして問いかけたい。もし法医学 AI が存在しなければ、彼女はどうなっていたのか。もし誰かが声を上げなければ、真実は永遠に闇の中に眠っていたのではないか。正義は、必ずしも時間通りには来ない。しかし、真実は必ず光の中に浮かび上がる。あなたの周りにも、まだ語られていない真実があるかもしれない。最後まで、目をそらさないでほしい。